いしょ。おはようございます。小木曽です。おはようございます。小木曽です。ちょっとすみません。いろいろバタバタしてます。ライブ配信を始めようと思います。今日はですね、アクリルで、こちらの方ですね、にございます、桜をちょっと描いていこうかなと。アクリルと、油彩、もしかして透明水彩で描いていこうかなと思います。ちょっとバタバタと、すみません。昨日ちょっと土曜日、定例のライブ配信を、赤坂さんおはようございます。やろうかなと思ってたんですが、うっかりとですね、そうです。二日酔いというやつになっておりましたので、ちょっと今日は、日曜日の朝、この時間にちょっと時間を見つけて、やろうかなと思います。ちょっとアクリルで写実的に描けるか否かをちょっと挑戦したくて、ちょっともう桜が咲き出すのでね、いろんな画材を使って、やっておいたら、視聴回数がですね、今、桜の動画を上げると、みちみちさんもおはようございます。やーさんもおはようございます。なつさんもおはようございます。前田さんもおはようございます。なんか、やっぱ、過去のやつがわーっと伸び出すんですよね。ありがたいことにですね。これがやっぱ YouTube のとこですよね。アーカイブをこう皆さん多分桜、描き方とかで調べるんでしょうね。だから昔作ったやつとかが伸び出して、ね、すごい嬉しいですよね。本当もう。で、ちょっとアクリルので描いてるやつとかあんまなかったし、描けるか分かりませんが、ちょっと描いてみようかなと思います。おはようございます。もうちょっとこっちがいいの？こっち？これぐらい？ね、みちみちさん、変態列伝よかった。ね、よかったよ。もうみちみちさんのために作ったような動画だったでしょ？自信を持ってっていうことをね、言いたかったんです。ただそれだけなんですけどね、内容的にはね、ちょいちょい僕の YouTube で、出てくるような作家さんが多かったから、絶相がこれでいけるかな。ですね、お暇ならお付き合いください。今日でちょっとタイトルのところにちょっと東京芸大のお話というなんかこう受験について、油絵科の受験についてというのはなんか書いてありますけども、たまたまちょっと先日知り合いと飲んでいたら、知り合いのご子息が高校2年生、今度春から高校3年生で芸大目指してるんですとか言うから、とか言って、で、油絵科を目指してるんで、いつか先生に会ってもらいたいんですとか言うたから、なかなか会える機会もなさそうなので、ちょっと私なりの見解を最近の受験なんか知らないですが、どこかで、話せたらなと思います。ちょっとタイトルはそういう意味です。ちょっと今日はアクリルでね、写実的に描いてみようと。で、ちょっとグレーズとかまでできたらおもろいかもなと思いながら、我が家はちょっとまたガチャガチャしているので、ガチャガチャが大丈夫かどうかは分かりませんが、ガチャガチャしてます。0520ミキさん、初めてかな。おはようございます。まさやんさんもおはようございます。コージェヌさんもおはようございます。お風呂に入ってみてます。なんかこの朝入られるんですね。はい。なんか大丈夫ですか？お風呂に入って見てますって。お風呂から見てんの？スマホとかで見れるの？なんかようわからんけどね。朝から朝風呂ですか？それとも海外の方かな？海外の方の可能性は高いね。ピューでもアクリルの場合も濃いめに、今 F の鉛筆ですけど、濃いめにちょっとこう、下書きをしておこうかなと。ちょっとこうアクリルでコテコテと乗せる感じじゃなくて、ちょっと透明水彩というか水彩っぽい感じのアクリル絵の具をこうやってみようかなと。いろんなパターンやってるんですよね。なんかこうあれで何ですっけ、スポンジでぐしゃぐしゃパターンとかで、今日はだから紙に書いてます。今日はキャンソン紙というのに書いてます。キャンソン紙というのに書いてます。伊藤千恵さんもおはようございます。多分ね、今日お兄ちゃんたち入ってこれません。僕のアトリエがめっちゃ汚いから入ってこれません。入れたくないです。昨日おとついとその前ぐらいからずーっとこうパネル作りをしてて、もうそのなんていうか下地作りですね。でそれがでアトリエがもうぐっちゃぐちゃですので、ちょっと今日は多分お兄ちゃんたちは呼べませんので諦めてください。ぐっちゃぐちゃです。
やっぱ結局なんか30枚近く一応作っておいて、まあね、その後にこう絵描くときにこうサイズがうまく合えばいいなっていう感じなんですけど、30何枚あります。多分あれかな。おはようございます。喫茶店でモーニング中。いいですね。ホズワンさんどこやったっけ。いいですね。モーニングってあれですよね。名古屋の文化ですよね。なんか喫茶店のモーニングってね。違うのかな。ドトールとかそういうとこかな。僕のばあちゃん家は岐阜で街の中でなんかやっぱ喫茶店にありましたもんね。なんかね喫茶店があってそこでこうモーニングを食べるという習慣が親戚のお兄ちゃんがぬぼーっと朝起きてきて食べていたなと。スマホで見てますと、お風呂からね、ハーモニーさんおはようございます。いつもライブありがとう。いやいや、もう本当になんか桜の季節に、桜の動画を上げておいたら視聴回数が伸びるという、ただそういう下世話なおじさんです。1時間半くらいね、もう本当にもう面白いですよね。だから YouTube ってそうやってこう過去の動画とかがちゃんとアーカイブとして残るから教材としても残りますもんね。なんかすごくこういいですよね。だからね、楽ですよね。まあなんか仕事ずっとしてた時もどうやって楽にやるかっていうことばっか考えてましたけどね。皆さんにとって参考になればなと。桜を結構こうなんかこう珍しいですよね。これやったら皆さんあるでしょ。なんか桜の名所行かんでもそこら辺の桜の木とかでも、これから満開に近づいてきたらこんな感じのあるかなと思って。でも描くのめっちゃ怖いとかしんどいとか難しいとかわーとかって言うでしょ。どうせね、はい、どうせだからちょっとこんな感じで描くというのもありやないですかみたいな動画を作れへんかなと思って今作っております。平面から平面に映しているのである程度ねそんな形を大きく狂うことは皆さんないと思いますと言いながらだいぶ狂ってるなと思いながら、まああんま濃淡とかも、つけてもつけんでもいいですけどね、ちょっと塗り分けていくときに分かりやすいかな思って。よいしょ。なんかジャイアンツ戦見に行けそうになさそうでですね、特に用事はないんですが、まあ、チビがおるからね、一人で行くのもなと、知り合いと行くのもいいんですけど、お酒飲むしどうせ、もう今回は諦めようかなと思います。せっかくそんな佐賀でやるのにと思うかもしれませんけどね、この間十分キャンプに行ったんで、はい、だいぶ満足しました。この間のね WBC の岡本君のホームランとかでももうだいぶ満足しました。もう WBC も準決決勝ですね。月火ですっけ、朝ですよね。もう楽しみでしゃあないですよね。でも終わってしまうんやという寂しさもありますよね。トレバー・バウアーってピッチャーが今度横浜ベイスターズに来るんですけどね、あれ楽しみですね。あんな日本をリスペクトしてる今日朝 YouTube 上がってましたけど、日本語版というのが上がってまして、 YouTube チャンネル日本語チャンネルというのがあって、うえーと思ってですね。あれどこ書いてんのこれ、こっちか。今日は、桜を描いていこうと思います。で、タイトルにある通り、ちょっと東京芸大の油絵科を僕のちょっと知り合いの人が、受けようかなと思っているらしくて、高校2年生らしくて、で、なんかこう、お話してくださいって言われたんですけども、ちょっと時間があんまりこう合わないので、私なりのなんか感想とかですね、そういうのをちょっと、途中段階でお話ししようかなと思ってます。鉛筆でザザッと書きました。花びらとかもね、大体でいいかなと思います。でじゃあアクリルでちょっと書いていこうと思いますけども、ケアさんもおはようございます。ハーモニーさん、名古屋や岐阜は喫茶店文化ですよねとね。山本美恵子さん、質問ですと、パネルを何枚も用意していたようですが、どんなサイズのものを用意して、ちょっとちっこめの10号以下のがすごいこうなくなってきてたので、いつも大体わーっとこう、FPS3 枚ずつとか、最悪、そんな感じで適当にいつもやってますよ。FPS を3枚ずつを、10号、8号、6号、4号とか、なんかそんなんわーっとやってます。で、なんか F サイズに書こうかな思ったら F サイズに書いたりとか、大体そんなんかな。
よいしょ。まあ、額縁とか S サイズとかになると、なかなか特注になってしまうから、本当にこう、もうこれやっていう時は S サイズ買ってきて、それ1枚だけこう地塗りしたりしますけど、10号とか、まあ、展覧会でよくこう10号とか10号以下とか言われるんですね。だからです。山本美恵子さん、おはようございます。ね、もうなんか桜、いろんな種類の桜が咲き出して、まだソメイヨシノは咲いている感じはしないですけどもね、ちょっと咲き出したね。テレビ観戦にしました。まあ、もしかしてこれから誘われるかもしれないですけど、昨日ちょっと妻がパッと調べてくれて、SS 席っていうバックネット裏の一番高い7000円の席、もう見るんやったらそこでしか見たくないと思ったんで、調べたらもう満席になってたんであかんわと思って、もしかして関係者の人がね、声かけてくれる可能性もありますけど、ちょっと先日はちょっとそういうこう飲み会があったんですけど、まあ、そこにまあ、関係者の人はいたんですけど、サッカーチームの全然用意できてない、ティッシュがない。サッカーチームの偉いさんの人たちがいて、はい、佐賀にサッカーチームありますよね。あんま野球の話できなかったですね。はい。ミータンさん、おはようございます。季節描くのにこれを参考に見てね、ちょっと今日はアクリルバージョンをやってみようかなと思いますので、今ジェストをちょっと出しました。ティッシュも用意してないし、ちょっと10時頃に 1,2 分ちょっと別の仕事が入ってますんで 1,2 分ほどで終わると思いますけど、ちょっと10時頃に少し抜けるというか、黒も出しておきましょうか。ジェッソ開かへんがな開くもんですよ。あかんかったらここのところにこうナイフとかググググっと入れてったら開きますんでね、皆さんね。油絵はなんかこうもう最悪ライターで蓋のとこわーっともう溶かすぐらいの勢いでやれば大体開きますよ。なんか他にも開け方あると思うんですけどね、ぜひなんかそういうのもどっかで誰かが YouTube とかで紹介してくれてそうなんで、勝手に調べてください。よいしょ。どんな感じで進めようか。今ちょっと、迷ってんな。水彩っぽくいこうか。よいしょ。なんかいろんなものがごめんなさいね揃ってないな。よいしょ。なんかこうやって見るとやっぱ透明水彩が楽ですよね。なんか画材自体がやっぱパッとこうできますので、ほぼね、透明水彩楽なの分かりますね。火曜日ね、朝でしょ、あれ8時からとか最高ですよね。ごめんなさい、マイクに今ちょっと当たりました。まず水で全面浸してみましょうか。久しぶりですね、このやり方ね。水で浸してみましょうか。アクリル絵の具でちょっとこう進めていこうと。アクリルでもアクリルガッシュでもいいです。アクリルもアクリルガッシュも似たようなもんやと思ってください。ガッシュって不透明とかっていう意味合いがあります。ガッシュってね。今日はすごいバタバタ放送になってますねアクリルガッシュっていうのはね、先生、お酒次の日残らない感じ。残る残るまあその来た方、今のは何か言うとかな。バーントアンバー、バーントシェンナ、使いそうよね。使いそうな色だけまず出しておきます。後でまた増えるかもしれません。お夫婦の絵の具を使おうかな。空色、これは意外と使うかな。セルリアンブルー残ります。やっぱですね、佐賀はこう昨日ブラタモリ見た人います？たまたまやけど僕見て NHK のニュース見てて、そのままなんかブラタモリになって、ブラタモリさんすみません、なんか呼び捨てで申し訳ない。ピンクっぽいのマゼンダかな、これはね、マゼンダね。昨日なんか佐賀やってたんですよ。と思ってね、あんなとこに大体僕分かる場所やったから、この辺やなとかGoogle マップで見ながら、なんでしょうかね、フタロブルー、多分こう相当青いやつですね。ウルトラマリンみたいなのが欲しいけど、ピンク、赤、緑、このぐらいかな。モナス
トラルグリーンようわからん。まあこの辺とあと黄色ぐらいあればだいたい描けるやろうと。あと黄色、レモンイエロー、もう置く場所がないと。ブラタモリ見た人いますかねえ。なんか佐賀をやっててちょっと嬉しなりましたね。タモさん来てると思って、ちょっと水で、濡らした上に、描いていきます。ぐぐっとこう引き締めるような仕事みたいな暗い色みたいなのはもうにじんでもいいです。もうにじんでいいです。ぐぐぐぐぐ。ブラタモリね、すごいタモさん聞いてはったんや、あの辺歩いてはったんやとかね思いました。長古館っていうところの学芸員の人が、まあ、僕は会ったこと一度か二度あったと思うんですけど、よいしょ、はい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 、よいしょ。ブラタモリに出てましたね。水のなんかこううまく生かしてとか言って、ね、あれを知って佐賀に来られ、佐賀のこう僕の個展とか来てたらまた街歩きされた方結構いたみたいなんで違ったでしょうねと思いながら見てましたよ。なんかマスキングテープのちょっとだいぶくっつきが弱いのがこれぐらい水入れるとやっぱり良くないね。よいしょ。ブラタモリ見たって人言い張るかもしれませんよね。タモさんね、もともと福岡、久留米じゃないか、福岡ですよね。久留米ではなかったかな。久留米はあれですもんね。チェッカーズとか松田聖子さんとか確か久留米じゃなかった。違う、松田聖子さん違うのかな。浜崎あゆみさんとかも福岡ですもんね。でも佐賀の印象は特にないって言ってましたけどね。で木のところちょっともうこの水乾いてきてますけども、アクリル絵の具って本当に相当思い切っていけますから、皆さんねグイ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 やっていってみてください。グイ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 で、なんかワントーンちょっとこうイメージより暗く、モチーフより暗くするぐらいの気持ちで、されていってみてください。モチーフとかよりももう暗なってしもうたっていうぐらいの気持ちでいいので、ちょっとフタロブルー、これちょっと怖い色ですよ。染料系の色ですので、ほんの少しでわっと青くなりますので、気をつけてください。みちみちさん、天ぷらミディウムを作ったんですが、作った時はマヨネーズ状にちゃんとなって描けたんですが、冷蔵庫に保管後見てみたら油と分離しました。いやいや、また振って使って振って使ってください。それでマヨネーズ状ほどはならんと思うけども、ぜひぜひ振って使えば問題ないので、分離します。ほっといたら分離します。冷蔵庫入れてたら分離しますよ。全然気になさらず。僕がちょっとこう田口康夫先生の処方のあれね、どっかよく見てたら出てくるんですけど、オージーテンペラってやつ、あれは分離しないです。あれはもっとなんかプリンみたいな、プリンよりもっと硬いな、ババロアとかありますよね。ババロアみたいな感じのものになりますけどね。ミーターさんもおはようございます。季節描くの楽しみです。ドリドリママさんもおはようございますと。久保さんもおはようございます。夏伊藤さんもおはようございます。ヒロシングさんおはようございます。永井博さん、ブラタモリ見ましたね。僕全然知らんくてたまたま見て一生懸命見てしまいましたもんね。あんまテレビってこうチビいるとなかなか一生懸命見れないんですよ、うるさくて。一生懸命見てしまいました。すごいですね。もともと軟弱地盤というあれで面白いですよね。昔から太古から海がどんどん干潟がの泥がなって徐々に土地になってってるっていう話とか面白いな。そうやったんやと思ってすごい勉強になりました。一番初めの鍋島直政像ってドーンと出てきてたあれは僕が前勤めてたところの同僚の先生が作ってました。えらい大変そうでした。よいしょ。佐賀城のあたりのライブ配信とか、佐賀テレビさんの YouTube のどっかにありますので佐賀テレビYouTube 小木曽誠桜とか適当に検索すれば出てくるんじゃないかなと思います。辺で書いたやつもあります。で少し隙間のところの桜の色ですね、どのぐらいの色かなという感じで、考えながら、マゼンダとこのブルーと混ぜた、要は影の色から作っていった方がいいなと。
影より下手すりゃもうちょっと濃いぐらいの、このぐらいの感じの、もうこの辺乾いてしまってますけど、ちょっと土台として置いていってもいいのかなと思って、今土台として、置いていってます。霧吹きもね、どっか今日はちょっとね、準備が、よいしょ、差がいいですねとね、一番いかないランキング1位みたいなね、魅力度ランキング最下位になってましたけど、でもブラタモリのああいうのなんかね、アーカイブでなんか見れるようにしてくれたらね、めちゃくちゃいいのになと、NHK さんは僕ら受信料払ってるわけやからね、なんかもうちょっと佐賀の人は、じゃあ佐賀のブラタモリだけはアーカイブで見れますとか、なんかそういう優しさが欲しいですよね。なんかちょっとでもね、見れるようにしてくれたら嬉しい。一瞬はいけるんでしょうね。なんか入ったら、なんとかオンデマンドみたいな。NHK の知り合いもいるからあんま言えないですけどね。はい。ブラタモリ大好きです。飲み会だったので録画してます。あ、そうですか。ねえ、ミッキーさん。わらわら。佐賀県に行ったことないので、昨日はタモさんの、僕もね、もうだから佐賀で個展するっていうことも、もう画廊さんがですね、もう閉めちゃったんですよね。何年か前に水害があってですね、それで結構被害を受けて、またね、元気になったらやりたいですとか言ってて、もうやる機会があったらもうぜひ僕もなんかね、協力できることは協力したいなとは思うんですけども、水害があった時ちょっと被害を受けて、もう本当に街の中がもう一帯が本当に道に鯉を泳いでたりしましたからね。だからそういうやっぱもともと水に弱いところやから、いろいろして水路を作ってですね、水替えとかっていう、水のやが水替えとかねあの辺りも知り合いが住んでますね。はいとしさんおはようございますと。ありがとうございました。みちみさんよかったですと。程よい田舎っていうか、ものすごい田舎やと思いますけどでもね、なんか飲み屋とか、僕はね、食べ物が美味しいしね、いろんな人に言われますよ。先生どっか移動するんですかとか、この間も飲み会でも言われましたけど、どこでも僕はね、なんか夏は北海道に住みたいとかわけわからんこと言ったら嫁に怒られました。はって言われました。怒ってないですけどね。冬は奄美大島に住みたい。はっていう感じでしょうね。一応一通り、埋めました。ちょっと水彩絵の具、透明水彩絵の具のような感じというか、ちょっとピンクの、下地としてこの紫色みたいな感じで、少し土台を作っていきました。でちょっと水が引いてきていますので、水が引いてきたらもうちょっと濃い色をしっかり形を決めるような仕事をされてみてもいいかなと思います。今日はちょっとやることが多いんですけど、サムネイルじゃなくてタイトルにも書いてますけど、ちょっと、私の知り合いのご子息がなんか東京芸大の油絵科を受けるから、ぜひちょっと先生お話しようなんていう話になったからね、ちょっとなかなか僕も会うこともできるかわからんから、一回私の感想ですけどお話ししようかなと途中で思っております。ちょっと引いてきたので形をしっかりですね。ちょっと今日はグレーズとかもできたらなと思ってグロスポリマーメディウムというのも用意してあります。これはどこの桜かな、竹雄とかあっちの方の桜やったかなと思いますけどね。いろんなとこの桜の木を季節ですからね、でいい季節にぜひぜひその場でスケッチが難しかったら写真だけでも撮っておかれると後々描けたりしますから、もう適当に今ね、もう適当に撮れる時代というと変ですけども、昔はフィルムカメラやったから一枚一枚命かけて構図とか考えてやってましたけど、今やったらトリミングとかもパッとできますしね、便利になりましたよね。よいしょ。荒尾助左衛門さん、佐賀錦というお菓子美味しいです。佐賀錦は村岡屋さんですよね。美味しいですよね。丸ボーロとかねが有名やったりしますけどね。
僕のばあちゃんが昔熊本で、旅館を営んでたんですね。熊本本当に駅前で。で、ある時に男性が訪ねてきて、結構長いことその人は泊まってたそうなんですよ。お仕事は警察だったそうなんですよ。で張り込みで泊まってて、でその人が丸ボーロをお土産で、佐賀県警の人だったらしいんですけどね、丸ボーロをお土産でくれたんよとかって言うて、ばあちゃんがずーっとそれをもう僕は30回ぐらい聞かされましたけど、そうなんやっちゅっていつもばあちゃんに会いに行くときはお土産でいつも持ってってました。よいしょ。ちょっと暗い色、少しにじみが弱くなってきてます。村岡屋さんやったらね、羊羹ですもんね。佐賀やと村岡屋ギャラリーっていう貸し画廊はあるんですけどね、個展をできる場所がね、なかなかあるっちゃあるのかな。まあ声かけてみてね、貸し画廊でもいいのかなと思うんですけどね。よいしょ。どっちかというと奥の空と幹を先に描いていく方がいいかなと思います。花びらというのはもちろん途中段階で描いてもいいんですけど、どちらかというとそちらの方を先に進めていく方が賢明なのかなと。で、この段階結構皆さん勇気いると思うんですけど、思い切って塗ることかなと、濃いめに塗ることかなと思いますよ。大丈夫かな。マスキングテープちょっと浸透してるようなところが結構ありそうなんで、後でジェストで塗り直したりとかします。よいしょ。よいしょ。少し幹の方とかも描いていきます。白はジェストを今日使ってます。9時30分、あと30分ほどしたらちょっとお仕事で1分ばかり静かになりますけどお許しください。よいしょ。質問あったら遠慮なくしてくださいね。ちょっと緑が入ったようなので、少し書いていってます。よいしょ。よいしょ。全部埋めてるかな。なんていうの、ボンのようさんかな。おはようございます。のりおっちゃんさんもおはようございます。花水木さんおはようございます。今朝は間に合いました。よろしくお願いします。先生、キャンピングカーを将来検討されてみてはどうですか。私たちは2匹の犬を連れて、いいですね。考えてますよ、キャンピングカー。将来ですけどね。ね、もう本当に、もう考えますよね、キャンピングカーね。僕の知り合いの人がやっぱ持ってて、もうその人からいつか奪い取ろうかな思ってるんですけどね。はい。今めっちゃ遊んでるけど、10年ぐらいしたら、その人も落ち着くんちゃうかと思ってね、奪い取ってやろうかなと。10万で売ってとか言おうかな思ったりしてます。はい。いや、車も実は買い替えるんですけどね。もう、ずーっとイタリア製の車に乗ってたんですけど、燃費も悪いし、ちびっことかがやっぱ大きくなってきたら、これは持たんぞっていうのと、佐賀に代理店がないんですよね。だからいつも何かあったら福岡まで行かんといかなくて、もう申し訳ない。めちゃくちゃ気に入ってたんですけど、日本の、車に買い替えようと思ってます。三重で買ったみたいなとこありますけどね。よいしょ。今平筆を使って書いていってます。何号ぐらいですか。これは14って書いてます。14というサイズで書いていってます。よいしょ。幹をちょっと書いていきながら、少し見えている隙間の空みたいなのを少し先に、だいたいこの辺かなぐらいの感じの場所でいいと思いますので、不透明の絵の具とかをボンボンボンと置いていっといてもいいかなと思いますので、ちょっとそういう不透明の絵の具とかを少しそういうのを置きながら、この辺空かなぐらいの感じで置いていこうと思います。よいしょ。でそれでちょっともうちょっと幹とか書いたら一旦乾かそうと思いますけども、いいですよね。ここでなんかね、YouTube でお話できるというかねそういうのいいなと思いますよね。キャンピングカー憧れますよね。もう本当にもうもうチビがねある程度にならんとね、
なかなかね、チビがね、よいしょよいしょ、隙間に見えるちょっと緑とかの部分も少し描いたりとかしておきましょう。よいしょ、緑、ここにこういう里山みたいなのあるんですね。里山みたいなのがあると。今日ちょっと皆さんも東京芸大の入試、油絵科の入試について皆さんも少し考えてみましょうね。何しとんねっていうね。撮ってすぐ確認できるのは本当ね、スマホとか便利ですよねっていう。僕らのもう本当にこう古い人間からすればめちゃくちゃ便利になったなっていうことばっかり言うてね、これがジジイの証拠でしょうね。もうしゃあないですけどね。よいしょ。なんかこう肖像画とか描くときも、まあ写真撮ってその場でこんな感じでとかで写真撮ったやつをその場で見せれたりするから、ものすごい楽なんですよね。でもうちょっとはじゃあこうかなとかって、昔はなかなかそれできんかったですけどね。だからそういう点で言うと本当にこう便利になったなというふうに思います。ごめんなさい、喉がよいしょ。ちょっとこの辺りで一旦こう乾かそうと思います。ちょっとドライヤーの音がうるさいかなと思いますけど、お許しください。どんどんでちょっとこうキャンピングカーは緊張感なくなった。地元の公募展チャレンジしようと思いますが、描きたいものが描いてしまうタイプで、それが思いっきり画面の下になってしまいまして、潰そうか迷ってますと。先生のワンオペで空港でアイスクリーム食べる2ちゃん、とても嬉しそうな、可愛かった。あ、ここが入った、やってみたんですよ。まあやりにくいでしょうけどね。広告を入れてみた。もう毎回こう出てくるんですよ、僕のこのYouTube スタジオっていうのもめんどくさいから、一回ちょっと入れてみようかなと思いました。ちょっとすみません、タイトルのところにありました試験問題というのを少しポンと出してみました。これは確か東洋経済さんかなんかに載っていたやつで、やっぱここが変だよ油絵科みたいな感じやったんでここが変だよ油絵科というか、油絵科の入試問題が東京芸大はもう本当わけわからんぞっていうやつが載ってて、まあそんなもんやろうなっていうふうに思いながら見たんですけども、令和、2年度っていうのが一次試験は3つの手を書きなさいということで、リンゴ持つ手、紙持つ手、何も持たない手ということで、モチーフがちゃんとリンゴとあって、これめっちゃ簡単な僕らからすれば、これ逆にもう書けるという力がある人が欲しいんやろうなという入試問題やなと。で、二次試験の油絵は絵を描きなさいなんでものすごい自由な試験やなと。書く力最低限の中デッサン力みたいなのを見てきたのかなというのが一次試験で最低ラインね。それでバサーっと振り落として、で二次試験は逆にこう自分の画風を持ってるとかっていう風な試験なんかなというのが、私はね、もう受験から離れてもう相当経つから、予備校の先生離れて17年か8年経つんで適当なこと言ってますよ。こう皆さん信じるか信じないかなんかは皆さん次第ですけども、ものすごいこうそういう感じが見て取れますよね、なんかね。で平成31年の試験が世界に目を向ける Look at the world、 世界を見通す Seeing through the world と、ね、世界を映すとかReflecting the world とかねこういう言うても、イメージ画やけどもなんていうの、イメージ画っていうか想像で描くんですよね。だから描く力はないといかんし、具象でないといかんっていうこともないような感じがするような試験っていうのがなんか平成31年度の一次試験という感じですね。二次試験も同じ問題だったんですね変なの。今年は知らんすけど、去年はなんかこうサイコロ渡して裏表とかなんかそんな問題とかなんかそんな感じの試験とか裏表を書きなさいみたいな。要は知らんすよ、自分で調べてくださいね。僕適当に喋ってるんで。そして何も興味がないから適当に喋ってますけど、で裏表とかなんかそんな試験やったらしいですし、あとはトランプかなんか裏表なんか偶然と必然とかなんかそんな問題やったらしいですよ。うわ、そんな絵にすんねやっていう感じですよね。
なんかこういう感じの試験がで二次試験がなんかこうある枠を、あとは太宰治とか、あと誰でしたっけ、島崎藤村じゃなくて誰やったっけなんかそんな人のこう文章を読んで書きなさいとか、うわー大変やねと思って、で僕の記憶の中にあるうっすらとした記憶の中のお話をすると、私がその予備校の先生してて最後の方、僕が受けたのが1996年なんですけど、そのあたりからなんかこう本当に大喜利大会みたいになってきてたところはあったけど、僕らの時ぐらいがちょっと変革期やったんちゃうかなと自分では思うんですけど、私の前の年は、一応人物のヌードと石膏デッサンと言っても、石膏もビニールに包まれてるとか、やったり、ヌードも寝ポーズで毎回ポーズごとにモデルさんが変わるという、ポーズは同じなんですけどモデルさんが変わるという、試験だったんで、寝ポーズでその前になんか果物かなんかがわちゃーっと置いてあったような記憶があります。もう全然それが僕が一浪で受けた時で、ムサビに入って大学生になって受けた年は、自分のテーマで書きなさい。要は20年経って1996年かな。で今のこの問題見ると令和2年同じような問題ですよね。絵を描きなさいって多分そういうことやねんですね。でなんかこう東京芸大ってある程度完成された人間を求めてはるんやろうなっていうのが私の中では感じられる。だから現役生にはものすごい難しい問題やと思います。こんなんなかなかねできませんよね。で僕なんかもこうなんだっけ勝手に公募展というのとかで自分のテーマで書きなさいという出題出したことあるんですけども、そういうふうに要は地方の高校生なんかこんなん無理やろうというような試験問題やなっていうのが、率直な感想ですよね。でも多分、ちゃんと真面目に調べてもないんで適当に喋りますけど、私たちが受けた時は何度も言ってますけど倍率が45倍もあって、なかなかこう合格するのが難しかったんですけども、現役生が確か 5,6 人やったと思うんですよね。だから1割ぐらいしか受からんと。でも今は多分もうちょっと多いんじゃないかなと。ちょっと水を多めにとか今していってます。どっちかというと不透明な感じで書いていったんですけど、今水を多めにとかしていってます。で多分現役生とかも入りやすくはなってきていると思うんですけど、僕の印象としてはなんか現役で入った子たちってやっぱりこう1年生ぐらいの時とか結構苦しそうでした。やっぱり2浪3浪とかして入ってきている人たちと知識量とか技術的な面とかやっぱだいぶ劣るので、ちょっと大変そうやなと思って僕は見てました。なんかね、だからこうなんか問題を見ての通り絵を描きなさいとか、逆にここは基礎的な問題でとかって本当にこう振ってくるから、予備校さんとしてもね対策を立てれないけど必死で立てるのが予備校なんですよねでも予備校には教わってない染まってないのが欲しいとかわけわからんこと言うんですけどね、なんかねで他の科に関してはなんかこうある程度そこまで大きな振りっていうかしないけど、油絵科だけはもう毎年こうやって振られて、それでもなんか倍率がね人気があるっていうのはあれみたいですね。ブルーピリオドさんのおかげですか、なんかみたいなことか分かりませんが、適当に今喋ってますけどね。だからこうじゃあ絵を描くとなってきた時に、ただなんかこうじゃあ俺好きな絵描くぜっていうだけでは向こうもすごいもちろんプロ中のプロですから、もう見透かしてきますんでね、ちゃんとこう歴史とかを知った上で、それは現代美術とかももちろんですけども、そこまでに至るプロセスとかそういうのも踏まえて自分がどういう風なポジショニングにいるのかなっていうのをやっぱ分かってないとなかなか入れない、受からないし、受かったとしても大変やと思うんですよね。偶然的に受かること実は大学ありますあります。君入ったのっていう人何人かいました。すんごいセンスが良くて何にも知らんのに受かったっていう人、僕は同級生にいましたから、そういうことグッドラック賞があるところはあると思いますんで、
でも入った後にやっぱり苦労したりとかすることは十分考えられるんで、私個人的にはやっぱりそういう歴史的な部分とかっていうことも踏まえて、もう高校生であれ勉強していかないと東京芸大という大学は入れないし、入った後に大変なんちゃうかなと思いますっていうことをお父様の方には LINE では言っときましたけども、はい。でそういう意味合いがあってそういう LINE をしておきました。はい。という感じで入試問題のお話でございました。すみませんでした。少しダラダラと、そういう関連づいたお話もしていこうと思います。春花水木さん、ぜひなんや絵を送ってください。あれですね。何やったっけ、メンバーシップのねあれに送ってもらえたらおじさん見ますよ。18歳以下やったらもうね全然遠慮なく送ってきてもらっていいですよ。で証明するもんないからもうねでちょっと細かい描写、ちょっと斜めのアングル今日見せてないんでこちらちょっと映しますね。だから東京芸大ってね、だから入った後もなんか日本一僕卒業するの楽な大学ちゃうかという説を唱えていたりするんですけど、今は知らないですよ。20年前は本当になんかそんな雰囲気でしたね。よいしょ。天才がすごい集まるんですかって言ったら、いやーそうやとは思うんですけど、なんか僕なんかみたいな凡人はあれですけど、天才っぽい人は結構いるんちゃうかなとは思うけど、やっぱりその先どんなんでもね、宝の持ち腐れじゃないけど、天才もその後努力せんとあんま意味ないんちゃうかなと。大谷翔平君は小学校3年生4年生とかちっちゃい時はあんま目立たなかったって言ってましたもんね。そんなにすごい頑張ってたけどそこまでの選手じゃなかったっていう、本当にね天才が努力してしまったというあれやと思うけど、だから入った後入った前入った後みたいなのをちゃんと考えれるかっていうことが大事なんちゃうかな。あと15分ですね。はい、わかりました。ちょっとアラームをつけ直そう。ごめんなさいね。なんかね、あと何分通知イベント予定時刻、そうこんな風にベラベラ喋ったら10時を過ぎてしまいそうなんで、なんかねそういうだから東京とか今画集屋さんとかってどこにあるのかな。紀ノ国屋とか昔純で本屋とかも今行く文化じゃないですもんね。ネットで調べたりするんですけど、僕なんかなんか長いこと教えててネットで調べた作家さんとかもちろんねいい作家いっぱいいるんですけど、よく逆シェイシャンに好きな作家とかおるとかって聞いたら、ちょっと待ってくださいとか言ってスマホ取り出してねちょっとこれですとかって言ってなんとかですとかで、やっぱ今めっちゃ便利になってるけど、その画像だけは見てるけどその人の先のところとかまではやっぱ調べてないんですよね。でそれって好きというと若干怪しいじゃないですか。スマホ見やんと思い出せない好きな人なんていないでしょ多分ね。私恋してますちょっと待ってくださいとか言っててちょっとスマホ見てこの人ですとかいうことないでしょでそういうのってなんかやっぱりそういうところまで本当に好きでとか歴史的にこういうの人はこういうあれでとかっていうのとかまで見出せてたりとかしたりとかですね。でそれが自分との関連づいてこうですよとかああですよっていうのがやっぱり喋れたりとかっていう風にしてこないとなんか大学入った後に大変な思いすると思うので、なんか芸人さんとかでも一発屋でボンと売れてもその後やっぱり生き残っていくのは実力みたいなところとかっていうのもあるので、特に現役でぜひ入ってほしいなと思うんですけど、そういうところまでなんか意識を持って行ってもらえたらいいかなと、今のうちから。あとは人のせいにしないっていうねやっぱ予備校とか通ってたりするとね、なんか何々先生に言われたからその通りやったのに落ちたぞとかっていう風な考えじゃなく、自分はだからこうやからこういう風にしてこういう絵を描きたいんですで、だからこうなんですと言えるようになってきたらそういう言葉って出てこないんですよね。なんか皆さんにも関連づいた話になりました。だらだら喋りましたね。ちょっとコメントとかを読み直しますね。
大喜利。本当ね、大喜利でしょ。大喜利、現代アートを勉強しようと思うと、大喜利という言葉が頭に浮かびます。デュシャン以降、特に大喜利に近いような感じになってきたかなと。もう今やったら、あれですよね。バンクシーなんていうのは、大喜利じゃないけども、ああいうやつとかっていうのは、ね、なんとなく大喜利チックじゃないですか。プーチンを子供が投げてるとかね。ああいう風刺画みたいなのとかっていうのとかも、それを壁にベンと書いて、いつでも破壊したらどうですかみたいなところを振っていくと。でもそのメッセージとかっていうのは残り続けたりするわけですよね。もしそれがロシアにボーンと攻撃されてもということとかで、そういうのが例えばさっきの出題じゃないけど絵を描きなさいっていうので、自分にとってはじゃあどういうふうな絵を描くということに意味合いがあるのかなっていうのが言葉で説明できるようになってきたらいいんちゃいまっかっていうお話でございますよね。老けた鬼太郎のアート万歳さん。うわ、初めて参加できた。感動。いや、僕も感動ですよ。老けた鬼太郎さん。ごめんなさいね。今日ちょっと広告を途中に入れてみたんで、どんな感じかよく知りませんけどね。僕、何も知らないですよ。毎回ね、僕が見てる画面にデカデカと広告入れてみませんかって出てくるんですよね。それが鬱陶しいなと思ってたんで。よいしょ。それがものすごい見にくくて、コメントとかめっちゃ見にくかったんですよね。春花水木さん、昔々美大を受けたいと思ったら親から女は短大を出て金融機関に入れと言われ、泣く泣く素直に従った時代でした。春花水木さん、そういう時代のねせめて女子美にとかっていう時代ですかね。なかなかねちょっと桜を少し描いてみましょう。実験的にね、どんな感じになるか。もうこんなんも言っていって一個一個ちょっと僕は描いていこうかな。横着せずにちょっと一個一個で、ちょっと後ろの方からの桜から描いていこうと思いますので、白と、青、これはフタロブルーと、ピンク、マゼンダを入れて、白とかを入れて、少し後ろの方の色をまず描いていって、そういう時代でありますよね。でも本当美大行ったからっていうことはないと思うので、東京芸大であれそうやと思うんですけどね。もうその先に自分が何をしたいかっていうことまで大学入るっていう受験の目標を立ててるだけやったらば、なかなかそういう発想とかにいかないんですよね。で、多分大学の先生方もそこまで求めてきてはるっていうのが受験なんで、地方の高校生には無理やろとかっていうことを言う先生とかもいるんですけど、だから僕はこうやって喋ってるわけです。もしかして少しでも参考になる人がいるかもしれないと、勝手なあれですよ、思い込みですけどね、好き勝手やってますけども、ちょっと暗いめの色を点々点と今置いていっています。ねえ、地方でそんないけないわっていう絶対いますもんね。奄美大島、失礼ですけど奄美大島とかからなかなか予備校に行きたいとか思っても行けないと、そんな感じしますもんね。でも僕それを否定してるわけじゃないですよ。でもあんな素敵なところでそうだったら、やっぱり人が見てきた景色よりもなんか美しい青を知ってたりするしね、自然界にあるそのアイデンティティみたいなのってやっぱり絶対に抜けないし、もうそれはものすごい強いし個性やと思うから、でそれは武器になると思うから、ただそういう情報とかねなかなか情報、今みたいな勝手な僕の感想ですけど、だからそういう人もいると思うしね。ごめんなさいね、奄美大島に行ったから奄美大島って言ってるだけですよ。めちゃくちゃええとこですね。めちゃくちゃええとこですね。よいしょ。僕もうグッドラック賞だったので今の話よくわかります。あそこの大学 M 大学ね、小平のね、はい、M 大学でしょ。僕も M 大学行ってましたよ。1995年かな、地下鉄サリン事件の年に行ってました。よいしょ。じゃあ多分みちみちさんもあれかな、教員免許を取るんやったら彫刻の授業とかも1年生の時受けました？取ってないかな。僕なんか必修科目で彫刻とかデザインとかも受けましたよ。めっちゃ彫刻の先生からぜひ君彫刻家に移籍せんかって本気で言われましたけどね、一生懸命やるんで実技は一生懸命やりました。
実技はなんかね楽しくて、彫刻とかもねやっぱミケランジェロとかと同じ気持ちで、木彫ですけど、全然作品は良くなかったけど先生たちからは評判良かったというか、硬い木でしたね。なんかそんな覚えてます。ちょっと紫色を今マゼンダと混ぜて、そういうのも写しておきますか。ちょっと路地を外します。ちょっとね一人で編集とかやってますので、全部一人でおじさんやってますので、いろいろお見苦しい点灯はお許しいただければと思います。おじさんはいつも一人でやってます。よいしょ、お許しいただければと思います。だからそういう高校生のうちからそういう意識を持たなあかんやろうなっていうのを問題を見て特に感じました。私がもう辞める予備校の先生辞めたのが2005年かなんかやから、もう18年ぐらい前の話やからね、その学生さんたちが生まれた頃ぐらいなんで、でも問題としてはそんな感じになりだしていて、で僕が辞めたぐらいの年とかはなんか博物館に行って博物館で書きなさいとか、動物園で書きなさい。要は大学に着いたらそこにバスとかが止まってて、で水族館、葛西臨海公園までバスで連行されていくと思う。あの時はたくさんクレーム来たという噂聞いてますけどね。めっちゃバス用意した人がいたというそりゃそうやね。緊張してるのに行ったら突然、はい受験番号何番から何番まででしょう、こちら乗りなさいとか言われたら、そらねってなりますしね。緊張してる中でというのとかね、なんか屋外の大学構内で書きなさいみたいな試験とかもありましたよね。でそれ大学構内の油絵科の問題ですけど、試験構内を書いてて、それで僕試験監督やってて、なんか見てたら、この子水道端ってとこで教えてたなとか、この子見たことあるなと、向こうもオーラ出してくるんですよね。どうすかねっていうね、知らんわとかも言いながらですね、性格僕悪いからね。それで予備校にその夜帰ってですね、こんな感じやったとかね、担当の先生に報告するんですけど、もっとこうした方がいいとか、もう責任取れんから言えないですよね。試験やしねと思って、いや良かったんじゃないですかって大体言ってました。なんかかっこよかったっすよ、あんな感じですねとかって答えてました。ひどいですね。はい。そんなもんですよね。受験生としたらもう命がけでいきますけどね、本当に自分の力で、受かってくれるのが一番多分ありがたいなと思いますよね。はい、そんなお話でございました。魚谷さんもおはようございますと、大丈夫かな。絵の具のメーカー何使われてますか。今日はね、なんかお夫婦なんかこんなとジェスは100均、はいジェス100均、黒ジェスはリキテックスバラです。たまにリキテックスを使うこともあれば、もう全然その辺は僕はなんか臨機応変なので適当です。よいしょねえ、なんかね、あと4分もやりましょうか。やっときますね。ちょっとだけお仕事させてください。はい、ちょっとなんかを解除する仕事をしますので、どうやってやればいいかな。これをやって、表示と、これをやって表示と、これをやって表示と、10時頃なんでね、4分前は大丈夫かな。表示と、これもやって表示と、これを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 やって表示かな。どこまでや、ここまでか。表示と、ここをやって表示と、なんかしておきました。どうですか。だいぶね、ペタペタもうで、後ろの方の桜をイメージしながら今描いていってます。花びらね、後ろの方の桜をだからちょっと暗めで、前の方はちょっと白とかを強めに描こうかなと思ってます。後ろの方の桜をイメージして描いていってます。よいしょ。ちょっとその方にそういうちょっと向けた配信しときましたよって伝えんといかんね。少し後ろの方の桜をイメージして今ちょっと描いていってます。これも受験で使えるかわからないですもんね。僕も今最近の受験なんか知らないから、画材がどんなん使えるとかも知らないしね、全くやっぱりね、
予備校とか通われたらその先生とかの話を聞きつつですね、まあ本当にこう将来こうなっていきたいっていうのをなんかもうイメージは後でどんどん変わっていいんですよね。でもなんか今の段階ではこうっていうふうに思い続けることが大事なんちゃうかなと思うので、なんか入試だけをこう主眼に置いていくとなかなかこう絵を描く楽しみとか喜びとか、伝えたいこととかっていうことじゃなくなってしまうことがありますので、なんかこうそういうのを考えていけたらいいんちゃうかなと思います。こんな感じで、その彼に16歳か17歳の彼に伝わったでしょうかね。よいしょ。まあそうじゃない人にも伝わってくれたらいいなと思います田舎は割と昭和後期でもこんな感じですよ。花水木さんわかります？バンクシーはカートゥーン一コマ漫画ですよね。花水木さんわかります？私も同年代同じこと言われた女性がうんぬんかぬぬぬぬぬぬと、田舎は割と昭和後期でも今塗ってる白っぽい桜はジェッソで白にして混ぜているんでしょうか。そうこれ混ぜんだと、これはフタロブルーとジェッソの白です。これ100円ショップの買ったジェッソが見当たらないので買ったジェッソが見当たらない白も弱いなと思いながら、はい、ちょっとお夫婦の白にしてみましょうか。お夫婦の白をチタニウムホワイトをちょっと出して、何でもいいんですよ。はい、何でもいいんですよ。でそれでちょっとこっちの方が隠蔽力強いなとか、そういうのを感じ取ったらいいんじゃないですか。よいしょ。本当僕のねチャンネルは雑なんでねこうかけとかっていうんじゃなくね、何でもいいんじゃないですかとかっていうね、はい、もうその辺をこう実験をしながらやっていくというタイプの画家でございます。でちょっとこう、今お夫婦の白を出してみて載せてみましたが、100円ショップのジェストとそんなに変わらんかなという変わらんかなという印象かな。ちょっとほぼ変わらんかな。はい、わからないです。僕のこう感覚としては、すごい違うという感じはあんま受けませんね。よいしょ。よいしょ。宣伝失礼しますと、鬼好評スピンオフで集まっていただいた芋焼酎の第1回グループ展を福井の若さで、4月に開きますとチラシ画像を先生に送らせていただいたので、コミュニティランドで宣伝していただけますかいいですけど、はい、鬼好評会の方に出してくれたらよかったのに、そっちやったらペット入れて出たのになね。確か送ってきたような気はしたけど、はいね芋焼酎の会のあれをされるそうですよ。展覧会ね、コミュニティ欄の方に今メール来ました。もうめんどくさいからすぐ忘れんうちにやりたいぐらいの人なんですけどね、よいしょね、後にしましょう。はいちょっとこう生の白に近いような感じで、今手前の方にある、桜の生に近いのをトントントンとこう光が当たってますよっていうのを今置いていってるということでございます。花びらも全部真っ白にするという感じじゃなくて、1枚は影にしようかなとかね、なんかそんな感じで考えながらやってます。てん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 とか、何枚かはこうあれしようかなとか思いながらやったりしてます。ちゃん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 。でちょっと木目とかまた描いときましょうね。水気はちょっともう減らしていって、かすらすようにこう描いたりとか、水気を多めにしてみて描いたりとか、いろいろその辺はこういろんなこう画材の使い方をしていってます。よいしょ。展覧会ぜひぜひね、初めての展覧会皆さん行かれるんですかママといいですよね。東京とかでもなんかね、皆さんよくやってる交通会館って、あれはなんかこうグループ展とかあれ借りるんですか？いくらかで借りるのかな。あれあそこいいですよね。有楽町の駅前で、あれあそこいいなとほんま思いましたよ。と思って、よいしょ。ビビ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 ビ。ちょっとある程度できてきたというか、一通りこう塗り終わってきたら、ちょっと、ドライヤーでこう乾かそうかなと思っております。
オバマの水彩の方は残念ですが入ってないです。オバマの水彩なんのこっちゃ。若さ、オバマの水彩の方が関わっていらっしゃるのかな。好きな画家をはじめ自分の好きや興味を深掘りしていく大事。そうなんですよ、夏伊藤さんね。掘っても掘っても曖昧になって、その都度悩んでまた掘るんです。了解です。ではチラシをスクショして県内で広報します。素晴らしい。フタブウッドさん、 WBC アメリカベネズエラ戦見て、いやどっちですか。アメリカが5対2で勝ってます。ベネズエラもいいチームですよねそら見ますわな。そら絶対見ますわね。それは僕も見たいぐらいですよ。日本じゃ多分テレビ放送したいのかな。何でもいいんじゃないですか。自分で考える力についてありがたいです。ありがとうございます。次回の鬼好評出してください。芋焼酎若狭店4月22日から5月6日までだそうですよ。絵描きえこさんおはようございます場所はどこでしょうかということを書いてますね。パレア若狭ギャラリーで9月から9時から20時までやってるの。うわ遅までやってますね。20時までやってるんですかね。20時までってね、ちょっと細い線を少し入れていこうと思います。そしたらある程度こうその辺までいったらあれをですね、ちょっとグレーズ的なことをしようかなと思います。細い線とかを少しこう描きながら、そしたらグレーズ的なことをちょっとやろうかなと思ってます。嬉しいもんですか、展覧会とかね。なんかまさかね、この YouTube からそういうグループができて、そしてそれが展覧会をするとかまでなるとは。芋焼酎の会っていうのは何ぞやっていうので下の方に貼ってますので、概要欄に確か貼ってあるはずなので、よかったら興味ある方は見られてみてください。すごく優しい人ですよ。赤い魚の人が一応なんかやってまして、なんかこう自分たちだけでやるよりもみんなでなんかわちゃわちゃお話ししながらやりましょうみたいな感じなんかな。よう知らんけどお題出してみたりとか、なんかね僕の悪口をみんなで言うとか、そんな感じでしょね。ちょっと暗い色とかで、少しこう形の枝のところとかをちょっと描いて、で後で中とかを描いていくんですけども、桜の葉っぱの前にあったり後ろにあったりみたいな感じとかを少しこう描いていってます。ちょっと路地にしましょうと。ジェッソでも何でもいい。そう、ジェッソってね、これ書いてあるか分からないんですけど、蘇生って書いてあるんですけど、蘇生っていうのはこっちか、どっか書いてある？ちっちゃい字や動画には見えへん。アクリリックポリマーエマルジョンっていうのとチタニウムホワイトと多分体質顔料って書いてあると思うんですけど、要はほぼある程度アクリル絵の具なんですよ、ジェッソって。でジェッソって本当はイタリア語で言うと石膏って意味なんですけど、石膏じゃないんですけどねこれで、下地材としてその名前をジェッソという名前を付けたんでしょうね、おそらくですよ、こんなんね。で、ほとんどアクリル絵の具とほとんどっていうか同じです。はい。多分単カルが多いんちゃうかなぐらいの感じで。いいんです、いいんです。多分ね、絵の具会社怒られそうやな。大丈夫かな。100均のやつはちょっとやっぱ色は隠蔽力っていうのは弱いかなっていう感じはしますよね。だから安ければ安いほど顔料が少ないというか、炭酸カルシウムっていうのが多いんですよ。また怒られそうなこと言うてるけども、事実をね、ただ言うてる。だから初めの段階はそういうので書いてって、後で隠蔽力って言って白さが強いっていう感じのことですよ、隠蔽力っていうのはね。ガンとここ置いてみたりとかっていうことをしてみたりとかもしていいんじゃないですか。よいしょ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 。ビュー。ビュー。いいですよね。そうやって全国でなんかそういうがあったらやってってもいいですよね。飾り付けとかもみんなで300円ずつぐらい出し合って水平器買った方がいいですよ。水平器ってわかります？ピューとあれが出てくるやつ。何言ってるかわかります？あれね、あれあったらめっちゃ早いですよ。もうで真ん中合わせでだいたい絵を
どのくらいの高さにあれするかっていうの130とかぐらいかな、大体確かね。大体130ぐらいが中心にギューッとくるようにとかって確かそんな感じだったかな。言ってた意味分かりました。今バババッと喋ったんですけど iPad ちょっと待ってね。展示とかほぼ初めての人が多いでしょうから。すみません、ちょっと時間ガチャガチャしてますが、水平器っていうのはなんかこの黒なんかこんなんで三脚について、この辺にレーザーがピャーっと赤いレーザーが出るやつあるんですよ。でビャーっとでそれが壁に、映って横の線がビャーっと映るやつがあるんですよ。でこういうのがあるとめっちゃ楽です。もう本当にいくらかな、1万円ぐらいかな。それで絵を展示していくとき真ん中合わせでとかっていう風にして、で大体僕はなんか展覧会の時は真ん中にマスキングテープ貼っといてくれと額とかのとこにマスキングテープ貼っといてくれって。そうするとピシャーっと真ん中合わせでいけるのでっていうこと言いたかった。わかりました。あ、柴田今映ってないねごめんなさい、ベラベラ喋ってたのにこれがあったからごめんなさいね。こんな風にピヤーっと光が出るやつがあって、でそれで絵とか額のところにマスキングテープとかを貼っておいて、そうすると中心がバーッと合うから、でどれくらいしたかな、この辺はなんか地面から中心がだいたい120とか130とかぐらいかな、なんかそんな感じで、やっていくっていうのが一般的やったんちゃうかな。すいません間違えてたらという感じです。ぜひぜひなんかされて、水平器でもねそれ以外使わんからねあるとなんかもう130って130って決めて130って130って決めてピシューっとそこに、ビニールテープかなんかをピシューっと壁の端と端につけてビューっと線引いたりとかもしたり水平器がない時はしてました。ということですね。すみません、なんか変な話になりました。よいしょ。もうね、でもなんかね、皆さんのね、そういうのいいですね。そういうのいいことやなと思いますよ。やっぱね、コミュニケーションは大事ですもんね。よいしょ。こういうのも本当にやってみやんとね、わからんもんね。水平器前の職場に置いてきてしまったなもうプレゼントやな。よいしょ。少し全体的に描いていきました。全体的にね。やばい泣かしたね。お兄ちゃんが泣かしました。絶対お兄ちゃんが泣かしました。すみません、ちょっと緑の葉っぱとかを描いていってます。よいしょ。ちょっとドライヤーで乾かしますね。ニューヨークで行われている公募展に、絵画と写真の両方部門で応募してみました。2部展さんすごいですね。水平器あるといいですね。やっぱり買おうかな本当に画廊さんとか持ってるかな分からんけどね、もうめちゃくちゃ楽ですよ。もうそれでなんかストレスがなくなるというかね。水平器の情報ありがとうございます。なんかそれ以外で使うことないからなかなかあれですけど、水平器あると楽ですよ。ごめんなさいうるさいですけど参加します。なるほど、ただ並べてるわけではないですね。私も縁が良くて、入選止まりなので、入賞作品のお引き立て役のような役割を果たしていますね。絵を描き出してから大道具に詳しくなりましたね。なりますよね万力あったらええかもなとかね。万力とか4つぐらい買っとくと大きなパネルとか作るときとかって便利ですよねとかね。もうちょっとね、ちょっと皿持ってくの忘れた。グレーズをしようかなと思いますので、すみません、私が準備不足すぎて。よいしょ。
ちょっとこうグレージングというのをしてみようかなと思います。ちょっとこう写真見ての通り少し夕日がかっている、夕方がかっている、夕日がかっている、なんか日本語としておかしいねの景色なので、ちょっとそういう感じの雰囲気にしてみようかなと思います。ちょっと茶色をちょんと、お兄ちゃんが元気だ、今日お兄ちゃんが元気だ。茶色をちょん、ちょっと黄色をちょん、どれぐらいがいいかなっていうのをこう自分でね少し考えながらで、水でしっかりとこう溶いてください。でこれだけでもいいんですけど、まあこういう要はアクリル絵の具の組成、に、入ってるこの書いてあるアクリリックポリマーエマルジョンって書いてあるんですね。ちょっとピントが合ってないでしょうけどねアクリリックポリマーエマルジョンだけでしょこれね。これで映るか、これで映るか、あ、これでもピント合わんか。アクリリックポリマー逆か逆か、どこや、この辺に書いてあるアクリリックポリマーエマルジョンって書いてあるんですよ。この辺ピント合わんね、絶対ね。諦めました。でこれをちょっとこう入れて、まあツヤが出ます。ツヤビューとうっとツヤが出ます。よいしょ。上村さんもこんにちは。 NK さんもやっとライブ間に合いました。でこれぐらい入れてでなんか茶色だけやったらちょっとね、ほんの少しだけ青入れたんですよね。もうほんの点ぐらい、点やっぱ強いね。フタロシアニンブルーっていうのをほんの少し入れました。そしてよく混ぜてください。ギコ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 。でこれは要は今ちょっと乳白色白っぽいんですけど、乾くと透明になります。ビュー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 。横にしたら縦僕はもう縦で終わる方がいいんちゃうかという、これも私の勝手な考えですけど、なんでかというと絵ってだいたい立てて飾るじゃないですか。で横の線やと光ってだいたい上から来てるんで、横で終わってしまうと凹凸がより目立つんですよね。で縦でやると凹凸って光上から来てるからあんま目立たないんですよ。これは私が勝手に、だから絶対縦で終わった方がいいですよって。例えばニスとかかける時とかも、油絵で最後にニスかけますとかっていう人とかも、ちょっと最後縦とかで終わったらええんちゃいまっかっていう説を唱えているということでございます。という感じで、ちょっと全体にグレーズというのをしました。まあこれ乾くの完全待ちたいんですけども、そんな時間もありませんので、WBC のねアメリカ戦やってるんで見たいとこですけどね。ピッチャー陣がどうなんですかね。でもアメリカが日程ガラッと変えたりしてますよねあれどうなんて思いますよねなんかね、今日アメリカやってね、決勝まで勝ったらないってことでしょ。準決でしょ今日ね。なかなかやるよなアメリカってね。なんか昔審判いましたよね。なんとかデイビッドソンやったっけな審判おいおいおいっていうね、昔なんとかWBC 審判デイビッドソンで皆さん調べてください。第何回かな、1回か2回、内川かなんかのねタッチアップかなんか、内川ちゃうかとか、違う西岡かなんかのねタッチアップでね、なんか怪しい行動がありましたよね。さすがアメリカって思いましたね。ちょっと乾くの待ってる間も仕事したいので、この桜のピンク色をちょんちょんちょんと差し込んで今見てみます。ちょん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 地方の公募店は出したら線外なくみんな入線以上で、それはそれでショックを受けたことがあります。iPhone の標準アプリですが、そうなんですか。水平系、それ水平系ありますよ。だからさっき言ったのは中心なんですよ。中心を合わすと皆さんの絵の高さが合うわけですよね、ずっとね。で水平系っていうのは最後に絵の上に、iPhone を置いていったら一応水平にはなります。これ正しなんですけど、よくあるあるなんですけど、額縁自体がひし形になってる人いるんですよ。だから全てあれに頼ると
大きい作品とかやったら、例えばキャンバスを貼るときに木枠自体が実はひし形になってて、なんぼ水平器で合わせてもなんか見た感じちゃうぞとかっていうのがあって、いやと、絵がちょっと斜めになってるやんって言うたら、斜めになってひし形になってるっていうのに気づいて、ありゃーっていうことはよくあります。治りませんので最後は自分の目で見た方がいいと思いますよ。よいしょ。ちょっとドライヤーで乾かしながら、今透明の絵の具がスーッと塗られた状態ですね、という感じでございます。ちょっと光ってしまいますね、これ消せるんですけどね、もうね、この辺は私の手があれば光ってしまいます。両サイドからライトを当てておりますね。ここだけなんか欲しいですね。で、ちょっと最後書いていきながら終わっていこうと思います。今日はちょっと東京芸術大学のお話も少ししました。まあ僕の感想ですけどね、もうよ知らないです。もう本当にね、今なかなか難しいなと。でもやっぱり次の先のステージとかも考えておいた方が、まあ受験とはいえいいんちゃうかなと思いますし、で今またちょっと後ろの方の桜とかを点々と置きながら、まあそれでもやっぱグレーズをしたよりは不透明の絵の具という感じで、グレーズではなくて不透明の絵の具が今置かれていってるということですね。よいしょよいしょ。まあ、桜の場合は思ってるよりも多めに描いてあげた方が案外良かったりもしますよね。自分が思ってるよりも多く頑張って描いていく。よいしょ。お乾いてきた。早いね、だいぶね。やっぱドライヤーをかけさせてもらってます。端の方がやっぱりこの辺が光ってしまうかもしれませんが、お許しください。ちょっとツヤが出るのでね、油絵の具っぽい雰囲気も作ることができますと。初歩的な質問かもしれませんが、アクリルでグレーズをした後に油絵の具で塗りたいとこだけ塗るって多分大丈夫やと思いますよ。なんかね、油絵、ただ紙とか揺れるものとかっていうのはなかなかね、ちょっとこっちのライト消しますね。だいぶ暗なったらごめんなさいね。ちょっと暗くなってすみません。光るよりはいいかなと思いますね。ちょっとライト消しました。まあ多分大丈夫かなというふうに思います。ちょっと木目とかのところとかも少し描いていこうかなと思います。まあね、少し木目とかもこのなんか緑色っぽい感じの白っぽい感じのものを少し描いていったりとかですね。そうすると不透明透明とかっていうのがうまく絡み合ってきますもんね。ちょっと片方だけの光になって暗くなってすみません。疑惑の判定ありましたよねもうね、日本人は一生忘れないですよね。そんなことはないか。僕はもうめっちゃ忘れないですよって書いてね、まだ決勝でもあるんちゃうか。決勝まで行ったらね、あるんちゃうか。なんかね、でもね、あれが投げるんですかね。吉信君が投げるんですかね。いやでもピッチャーやからね。明日、明後日、月曜日は、明後日21やったっけ。佐々木朗希君ですかね。いいですね。たまらんですね。20歳、21歳、大学生でいうと3年生の年なの、4年生の年なの。いいですよね。若武者がね、本当にね。160キロの球とかね、考えられないですよね。なんか WBC あれなんかもう本当いつもよりスピード表示速い気するんですけど、僕だけかな僕だけかな。なんかすごい速いですよね、日本のピッチャーね。なんかすごいなと思います。乾いたかな。乾いたか。乾いてる、すごいね。よいしょ。すみません、もうちょっと細かい仕事をしていきます。1時間半ぐらいでだいたいライブ配信をいつも、終わろうかなというふうに思ったりしてるんですけど、なんかいい感じのができましたね自分で言うたら
こう今悩んでるのは隙間に見えてるこのブルーをもうちょっと抑えてみようかなっていう気持ちなんですよね。もうちょっと抑えてみてもいいかなと。もうなかなかこう途中段階でパレット拭いてあげやんと。それでも水つけてやったらある程度取れますからね、頑張ってね、短い時間やったら取れますんでね。メキシコ戦楽しみですね。やっぱりヌートバーがあれ役割しましたね、今回ね。ヌートバーねお母さんも嬉しいでしょうね。自分の息子があんな日本人から愛されててね、なんかもうあんなお母さん嬉しいやろうな。25歳のね息子があんだけこう人気者になったらね、たまらんでしょうね。大体のね女性の会話で出てるでしょうね。大谷君みたいな息子が欲しいわって言ってるでしょ、どうせね。よいしょ。この間の岡本和真君、野球の話したらねあれでしょうけどね、岡本和真君のホームランをね感動しましたね、私はね。よいしょ。もし質問あったらしてくださいね。ヌートバーで誰って僕も思いましたよね。すぐ調べました。こんな選手おんねやと思って。もう一人なんかこう候補に上がってた人いたんですよね。そっちの人がどっちかというとアベレージヒッターで、でも結局なんかこういろんななんかの問題で来れなくなってっていうか出れなくなって、ものすごいその人悔しがってましたよ。なんかね、卒業おめでとうキャンペーン、何これ、なんじゃこれ。よいしょ。太陽の光を浴びた時みたいに眩しいけど暖かいなって感じがしますと。ありがとうございます。もし何か質問があれば星印かなんかつけて目立たしてくださいね。おじさんっていう部族は絵を描きながら皆さんの質問に答えてますので、気づかない気づかない。なるべく全部読もうと思ってはいるんですが、そうなんですよね。おじさんという民族は今絵を描きながら皆さんの質問に答えながらなんか適当なことを喋りながら野球の話をしているということですよ。よいしょ。お、ベネズエラリード逆転したんすか。うわー、疑惑の判定出ますよ絶対これから出ますよ。それ日本で中継アベマじゃなくてアマゾンプライムとかでやってますかね。やってるかなみたいな。ピッチャー誰なんやろな。あれもね出れなかったですもん。プエルトリコでしたっけね、あそこのピッチャーがね、ディアスっていうピッチャーが試合終了後喜んで足を大怪我して8ヶ月出れないというショック。僕はメッツのピッチャーなんですけど、ディアスの好きで、ディアスのぜひメッツディアス登場シーンとかインターネットで皆さん調べてみてください。めっちゃかっこいいんですよ。パーパッパッパーパーラパッパッパーっていうね、僕こうそれ何度もこう見てなんかかっこええな、元気ない時それ見てました。めっちゃかっこいいんですよ。ディアス、プエルメッツ登場シーンってやったらネットで出てきますので、ちょっと隙間のこうブルーをもう少し明るくしてみました。隙間を描いてみましょうというのをよく言うてますけど、そういう感じで、描いてみたらやっぱ雰囲気がだいぶ変わってきたんじゃないでしょうか。木の木目みたいなのもうちょっとこう描いていって、最後もった桜を描いていきながら終わっていこうと思います。もし質問があればしてください。アクリリックポリマーエマルジョンというので、アクリル絵の具で描いています。なんかこうね、本当にこういろんな、画材があってわからんっていう人いると思うんですけど、こう会社によってですね、オイルパステルってあるんですけど、あれもともとそのウィキペディア情報ですけど、桜クレパスさんがクレヨンとパステルの間のこのような画材ということで作り出したのがオイルパステル、クレパス、桜クレパスさんが作ったやつですね。でも同じようなもんらしいですよ。オイルパステルとクレパスっていうのね。そういうのとかもね、本当初心者の人はなんかリキテックスって何とかね、リキテックスではアクリル絵の具のリキテックス社が出しているものをリキテックスって言います。
で、他の会社は普通にアクリル絵の具とかで、アクリルガッシュっていうのもあったりします。ガッシュっていうのは不透明という意味で、アクリル絵の具により炭酸カルシウムかなんかを入れて不透明にしてる。ポスターカラーと透明水彩の違いみたいな感じかな。ちょっと今の乱暴すぎたかもしれませんけど。ということで、桜を少し描いていきながら、花びらを多めにしながら、不透明の絵の具をポンポンポンと置くことによって、透明の絵の具との違いみたいなのが少し出てくるんじゃないかなと思います。この辺のツヤとかは、ごめんなさい、ライトもう一回つけてみますけど、おいよ、光るね。光るね。ごめんなさいね。アクリル絵の具と油絵の具の表現の違い、やっぱ乾きがものすごい早いので、アクリル絵の具っていうのはっていうのと、少しこう絵の具が痩せるって言って薄くなるんですよね。で、薄くなっていくので、でも乾きがものすごい早いから、そういうのにこうせっかちな人とかには合ってるかもしれません。油絵っていうのはやっぱり2日3日最低かかります。最低で、乾きが早いことによってグラデーションとか油絵はつけやすい。アクリルはやっぱ僕にはつけにくい、難しいかなと思ったりします。だからいいとこ悪いとこ絶対一長一短ありますので、アクリル絵の具っていうのは乾きはすごい早い、めっちゃ早いので、今日できたら今日出品できるぞと。油絵になると持っていくのにすごい慎重になるぞという感じでございましょうか。あと隠し字体みたいなのは、アクリルはキャンバスにも描こうと思えば描けますし、こういうふうに紙、今日はキャンソンボードというのに書いてます。キャンソン紙とか普通に水彩紙とかにも描けますし、キャンバスとかにも描けます。油絵はちょっと紙やとこう揺れたりすると割れたりする危険性あるから、あんまりおすすめはしません。2皮かなんか引いて描くことはできるとは思います。よいしょ、なとこでいいですか。月曜日に卒業制作した6年生7人が金曜日に卒業しました。楽しかったですと書いた手紙をもらって報われた気がしましたと。よいしょ。杉本さんもおはようございます。これましたね。これましたね。よかったよかった。ね。真中さんおはようございます。やっと間に合いました。昨日はよもぎを摘み草餅を作りました。ね、生ものね、ありがとうございます。お気持ちだけで大丈夫ですよ。よもぎのお餅ですか。美味しそうですね。すみません、お気持ちだけでありがとうございます。よいしょ。だいぶこう進んでまいりましたよね。不透明の絵の具、そしてこうペンとこう真ん中に入ってるピンクなんていうのとか、もちろんもっと細かくかけてやったらかけるんでしょうけど、1時間半ぐらいでいつもライブ配信は大体終わろうかなと思ってます。ほんの少し今日は長くなるかもしれませんが、ご容赦ください。よいしょ。桜をね、もう本当にアクリルでもこうやって描いて、ちょっとこうグレーズしたことによって深みも出ましたよっていうのもちょっと分かってもらえるかなと思いながら描いてます。よいしょ。楽しかった出た。楽しかったが出ましたね。ライブ終わったら油絵教室急いで行ってください。習い始めて3年目、2年間コロナでほぼ行けてないと。頑張って公募展出してくださいね。よいしょ。もう急いで行かれてくださいね。間に合わんかったらね、別に見なくてもいいですよ。アーカイブでまた見てくださいね、皆さんね。よいしょ。よいしょ。これからの季節、アクリルバージョンもね、油絵バージョンがないですけど、桜の季節、私の小木曽誠YouTube 桜とかYouTube のあれの中で桜とか調べたら多分 7,8 本出てくると思いますなんかそれぐらいやってるんで皆さんね適当に自分に合いそうな方法とかを選んでみたらいいんじゃないですか。よいしょ。少し不透明とかもやりながら OK かな。疲れた。ちょっとサインだけは入れておこうと思います。質問大丈夫ですかね。赤ちょっともちろんもっともっと書きたいんですけどね、私はね。でもこのぐらいがちょうどいいかなと思いまして、このぐらいにしようかなと思います。すごいおんちゃん走ってるね。もう本当に今アトリエがちょっと
ゴミ屋敷みたいな本当に足の踏み場がないという状態になっているので、ちょっとお兄さんたちを登場できませんが、今日はお許しください。やっぱここにじみましたね。にじんだで最後にあれでジェストとかで頑張って塗ったらいいですからね。白とかで塗ったらいいんですから、もうそんなに細かいこと気にせずに、やっぱ枠がぐっとあると引き締まって見えるんちゃうかなっていうので、いつもマスキングテープを貼ってます。ちょっと今日は片方からの今途中から光にしてますので、少しこう暗く映っているかなというふうには思いますけども、こんな感じでこの辺もやっぱ入ってきましたね。よいしょ、いかがだったでしょうか。質問です。今日搬入で、額箱を出してみたらボロボロになってました。そうなんですか。額箱搬入で額箱を出したらボロボロになってる。どういうことやろうな。ちょっとよくわからんな。戻ってきたらってことですか。ちょっとそこがわからんな。搬入でしょ。搬入で箱搬入をしようと思ったら額縁がボロボロになっていたけど、箱をどういうことやろな自分でなのか人にやられたのか、どっちやろうな。ちょっとすみません、質問の意図がわからなくて、何かに出していて戻ってきたのか、昔の絵を出そうと思って倉庫から箱を出したらボロボロになってたから箱作り直した方がいいんですかってことなのかな。ちょっとわからないですね。ボロボロにしないように保管しておくことかなともし搬出で戻ってきたというんやったら、ボロボロになるまで郵送会社がやるかというと、日本の郵送会社はそんなにせんのちゃうかなと思うんですがね。ということで、少しこういうところまで書いていってます。すみません、答え出てませんけど、質問のその辺の意図があまり見えてこなかったので、という感じでございました。段ボールの額の箱でしょうか。今日の搬入のグループ10です。今日搬入で額箱を出してみたらボロボロになってました。箱は傷んだら作り直して作り変えるんですか。今日搬入、今まで何度も使ってたからボロボロになったってことなのかな。私はそこまでボロボロに使ったことないからちょっとわからないです。すみません。作れるなら作り直した方がいいですよね。もし売り買いとかする場合とかですね、そういう風にボロボロやったら厳しいかなという風に思います。大丈夫かな。今日は珍しく月曜日に、今日は珍しくライブに行き当たりました。朝から鬼好評を見ていました。3月はとうとう鬼好評間に合いませんでした。昨年描きましたが、木の後ろの表現難しかったです。またアーカイブで見ますと。ライブ、今日はこれ感じかなっていう感じでございました。ありがとうございました。ということで、第162回のライブ配信は以上となります。なんかまた来たな。ライブ間に合いました。終わりますよ。最初から見ますと。ありがとうございました。ダミアンハウスの桜手なんか見ました。小木先生の作品、終わります。さよなら。終了。